はい、皆様こんにちは。神戸街中散歩高山でございます。目の前、芝生広場が広がってますが、ちょっとね、ぬかるみの多い芝生になってるんですけども、今現在ね、新たに完成した多目的、ホール、アリーナであります G ライオンアリーナ神戸のね、目の前に来ております。でね、この G ライオンアリーナ神戸行ってみたらね、いろいろ驚いたということでお送りしていきたいと思います。でこちらがね、フェリシモの、神戸本社でございますね。でこの奥にはチョコレート博物館がありまして、ガラス張りのところも一応フェリシモなんですけど、奥にね、チョコレート博物館、ただチョコレートがなくてね、チョコレートの包装紙が展示してあります。そうしましたら G ライオンアリーナ神戸に向かって進んでいきたいと思います。それでは参りましょう。はい、そうしましたらね、目の前芝生広場が、広がっておりますが、あちらに、見えているのが、今年ね4月から5月にかけて完成いたしました、G ライオンアリーナ神戸でございます。であちらの方に向かっていきたいと思いますね。でこちらね、フェリシモさんの駐輪場ですかね。でこちらね階段がありますんで、階段をね登っていきましたら、港湾のね、広いね遊覧施設というかね広場があります。あちらね奥の方にチョコレート博物館があります。でこちらね木のベンチのようなものがありますよね。ここでのんびりするのもいいですよね。で右の方を見ていきましたら、テーブルと、高いね椅子がありまして、こちらにね座りながら、サンドイッチとね、カフェオレなんかをたしなむのもいいかもしれないですね。で奥にはねちょっとした散歩コースが広がっております。右階段上のところがね、温泉施設ですね。でね、なんか包み方の半分の切ったようなね、G ライオンアリーナ神戸でございます。こちらねプロのバスケットボールチームが入ってるんですかね。で同じようにねベンチがいくつか並んでましてね、でその奥の方に見てみるとちょっとね、緩やかな、木のね、ベンチのようなものがありまして、登ってみるのもよし寝転がってみるのもよしというような感じですね。でさらに進んでいきましたら奥にね、看板のようなものが見えてまいりまして、こちらね、とっていと書いてますね。とってい神戸というのでね、このね、神戸新港第2とっていですかね、こちらがね。でこちらね木で作ったベンチのようなところがねいくつかありまして、結構おしゃれな感じですよね。はい、反対側にもこのようなね木のベンチのようなものがありますね。で目の前ね、神戸の代表した、洋菓子屋さん、ユーハイムさんがありますね。結構ね、高級なお菓子屋さんになっちゃいましたね最近ね。でこれが、G ライオンアリーナ神戸の入り口ですね。で全体的な、地図がこんな感じで、このようなお店が入ってますよという感じになってくるんですけれども、いろんなお店入ってますよね。でこちら綺麗な赤い花が咲いてますけれども、私はね花詳しくないんでよくわからないので、ただ単に花と言ってるんですけどもね。でこちら G ライオンアリーナ神戸でイベントがない時もお店自体は営業しているようですね。で右の方にはこのようにね公園設備というか、のんびりね散歩できるところがあります。で最近ね、お昼間とか夕方ね、犬を散歩している方が多いと思います。でこちらね駅弁で有名な淡路屋さんの思うつぼという、レストランですね。お蕎麦などを販売しておりましたね。で味は美味しかったんですけど、びっくりしたことがあったんで後に紹介したいと思います。で先ほどからちらちら右の下の方に見えてました。これがデザインマンホールなんですね。新しく2つできてるんで、またね見ていただければと思います。で奥ね公園がありまして、お店ね
開いてるんですが、開店休業というような感じですよね。で、お店の方で聞くと、昼間はまだ、お客さん少々いるみたいなんですけれども、もうお昼過ぎたらもうこんな感じで閑古鳥鳴いてるという感じ。で、こちらがね、西ゲートです。で、イベントがない時には鍵が閉まって中には完全に入ることができなくなっております。で、ちょっとね、右の方、おしゃれな看板がありますね。で、僕らにはもう全然わからないというかね、格好はいいんでしょうけどね。で、目の前が、南京町にある、コーランという中華屋さんになりますね。で、その奥にも、レストランがあるんですが、で、このね、レストラン街ね、全体を通して現金が使えないんですね。これ私もびっくりしました。食べようと思ってお店入ったらね、現金使えませんってね、お年寄りとかね、どうするんかなとか思ったりもするんですけどもね、来られる方皆さんびっくりされてました。で、あちらがね、温泉施設と宿泊施設ですね。で、おしゃれな空間ですよね。はい。でね、こちら自動販売機ありまして、こちらは当然現金も使えます。もうね、この現金使えるっていうだけでね、結構安心するんですよね。その他ね、ペイペイとか、あと、QR コード決済もね、使えるようなんですけどね。でも見るとね、お店の方はいるんですけど、一般の方がほとんどお店の方おられませんよね。もう味は美味しいんですけどもね、こちらもね、こちらが次のね、バスケットボールチームの、デザインマンホールですね。で、お店の方もね、味が美味しくてね、値段的にはそんなにむちゃくちゃ高いっていうわけではないんです。ただね、現金が使えないっていうのが難儀かなという感じでしたね。で、お客さんほとんどいないんでね、いつまで営業され続けるのかなというのは逆に心配になりますけどもね。で、こういうね、公園がありまして、ちょっと腰をかけられるようなね、スペースがいくつもございます。で、芝生はまだ養生したてなんでね、まだ剥げてるところもありますね。で、この柵があるんですけど、柵のところでもね、このようなちょっとしたね、スペースがありまして、カフェオレとかね、サンドイッチとかお弁当とか広げるのもちょうどいいかもしれないですね。海も十分見えますね。で、コンクリートの上に先ほどのようなね、木のね、ベンチのようなものがあるんで、のんびりすることもね、できる。で、ここね、風が結構気持ちいいんですね。海からの風がね。で、なんか変なもの見えてきましたね。なんかこちらがね、緑の丘というね、階段状の、建造物のようですね。で、このね、下の方に、スペースがありまして、まだね、入ってないんですけどもね、あちらの、G ライオンアリーナのね、南側、海側に、ございますね。で、寄っていくとこんな感じで、この下ね、まだ、何も入ってないんですが、今後ね、ブリュワリーというね、アルコールを提供するお店であるとか、あとバーベキュー施設などがね、できる予定だそうです。でね、中にはね、ちょっとした、本が置いてありましたね。でね、この階段状の、建物、グルーチングって言いまして、溝蓋に網のね、蓋のようなそういうものを使って構造物を作っております。でね、そのところへね、これから登ってまいりましょうか。で、見るとね、こう溝がありまして、溝というかね、グルーチングがありまして、階段状になってますね。で、水がポトポトと滴り落ちてるのが見えますでしょうか。こちらね。で、そのところにね、植物がね、たくさん、植わってるんですね。で、植物の下には土がありまして、建物の屋根に土がありまして、その上に、植物があるという感じですね。で、こちら右の方は、先ほどのね、空間ですね。ブリワリーっていうね、お酒を提供する施設ですかね。で、こちらでもこういうね、植物が植わってまして、ここは地上なのか屋上なのかよくわかんないっていうような感じなんですけどもね。で、景色はこのように最高にいいです。で、ここはね、コンクリートなんで足元はね、安定してますよね。
このね、溝のところはね、溝というか網のところはね、ちょっとなんかそわそわしますよね。で、反対側にも、このように、ね、2階のスペースがありまして、こちらにもね、何かお店が入るんですかね。はい。で、こちらね、下から上がる階段がありまして、奥の方もね、海が見えてね、結構綺麗ですよね。で、左の奥には赤いとね、白の船、あちらがね、宮崎カーフェリーで、神戸と宮崎県のね、宮崎港を結ぶフェリーですね。約13時間ですかね。で、このような感じで階段状のものがありまして、上までね、植物がびっしりと、植わっておりますという感じで、でね、上にもね、広めのちょっとした展望台がありまして、景色がね、よく見えます。で、ここだとね、お子さん遊ばせてもね、そんなに心配はないかとは思うんですけどもね、階段上のところでお子様遊ぶとね、あとちょっとね、怪我をするリスクあるんでね、怖いかなという感じはするんですけどもね。で、このようにね、土がしっかり植わってますでしょう。これね、多分かなりね、軽いものだとは思うんですけどもね、クマザスなのか何なのかよくわかんないですよね。私、植物ね、苦手なんでね。で、一番上まで来ると、このようにね、さらに景色が良くなるという感じで、奥にはね、三菱倉庫と、G ライオンアリーナありますね。で、この G ライオンアリーナがあったところ、昔はね、住友倉庫があったところでございます。最近船ではね、コンテナが主流になりまして、手積みがなくなってきましたんで、この需要がなくなり、この倉庫を壊しまして、このね、港市でどうしようかなということで、こういうね、神戸市が港の開発をしているということですね。でね、またこれ、下の方を見ますとね、土がね、ここにあるよーと。で、こちらですね。で、水がね、出る、ところもありますね。で、屋根の上までこのようにね、植物が植わっております。で、今回はね、こちらのね、G ライオンアリーナという施設ができて、コンサートであるとか、バスケットボールのイベントなどが行われるということなんですね。5月の初めはね、確か、西宮出身のね、あいみょんがね、コンサートをされてたそうですね。で、ちょっと前にもね、どこからね、アイドルがなんかコンサートやってたみたいなんですけどね、私、アイドル興味がないんでよくわかんないんですけどね。で、下へ降りてまいりまして、こんな感じでね、階段状でね、なんか面白い構造ですよね。こんなね、スペースができております。またね、上の方に行くとね、風も気持ちいいんでね、のんびりできるかと思います。はい、今回ね、神戸の港に、今年2025年の5月にできました G ライオンアリーナ神戸と、その南のね、緑の丘というね、スペースを紹介してまいりました。さらにね、公園もできてるんでね、気持ちよく過ごしていけると思います。でね、南の方にこのようにね、柵のところに、テーブルあるんでね、のんびりできるかと思います。今回の動画ね、良かったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントいただけましたら大変嬉しいです。そうしましたら、また皆様と次回お会いできることを願いまして、さよなら。